Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんはどうやって勉強のモチベーションを保っていますか？皆さんが知っているように、勉強をして成功するには絶対にモチベーションが必要なんですよ。モチベーションがないのに大きなことを成功する人ってほとんどいないよ。だって全然興味ないけど一応漢字毎日15時間勉強して全部知っていますっていう人いる？なんか全然モチベーションなかったんだけど法律全部覚えたっていう人いる？そんな人いたら逆にすごいよね。なんかそういう人って興味ないけど電車の時間全部覚えたりしてるのかな。例えばあれ次の電車って何時だっけ？1時15分だよ。そっか。でもちょっとそれだと早すぎるから次の電車にしよっか。そうだね。そしたら次は1時32分だよ。電車の時間は全部覚えてるから任せて。全部覚えてる？いや待って、1日に何回電車あると思ってるの？いや1日じゃなくてこれまでの電車の時間全部。すべて？すごい日本の電車好きなんだね。いや日本だけじゃなくて世界の電車の時刻表を覚えてるの？遅延も中止も全部。遅延も中止も全部？多分君は僕と一緒に遊ぶ人じゃない。こんなところで何してんだよ。早く世界を変えてこい。そんなやついないでしょ。ですので普通は僕たち何かを始めるとき、そしてそれを続けるときっていうのはモチベーションがすごく大切なんですよ。よし勉強して俺の人生変えるぞって言って本屋さんに行って本を買うけどモチベーションがないとなかなか勉強は続かないですよね。僕の家にも1日で終わってしまった本がたくさんあります。例えばこのスペイン語検定の本とかインドネシア語の本とか、あとは英語の会話の本とかこういう風に皆さんだけじゃなくて僕もそうなんですよ。逆に大学に合格しないといけないとかっていう何かモチベーションがあった時はこういう風にたくさん本を使っていました。この本結構ボロボロですよね。結構この本も柔らかくなっちゃって何回も読んだのがわかります。でも言語学習って自分の人生は変えられるけど大学受験みたいに絶対にやらなくてはいけないものではないんですよ。ですので今回は僕のインスタのフォロワーさんにみんなはどうやって日本語学習のモチベーションを保ってるのっていう質問をしました。今日はそれを紹介していきたいと思います。たくさん来たのでその中からいくつか紹介したいと思います。東京の道で唐揚げを食べている自分を想像する。これどういうこと？そういう憧れがあるの？確かにお店のキラキラしたネオンが周りにあって自分は一人で道の端っこで音楽聴きながら唐揚げを食べてるとちょっとかっこいいですよね。でもこれがモチベーションなのはめっちゃ面白い。すごく映画のワンシーンみたいだね。ラップとかやってそうじゃない？夜の街ネオン街、そこで俺は一人かい、唐揚げはうまいかい。そういうラップ作ったら結構かっこいい気がするんだけど、どう？モチベーションはないですけどオノマップのチャンネルのおかげで日本語の勉強が続けられます。泣いていいかな？いやもちろんみんな優しさで言ってるのはわかるけどやっぱりそう言われるとめっちゃ嬉しいよね。ありがとう。これルダハートっていうらしいです。JLPT にお金を払ってそのために勉強しないといけない。さっきの大学受験と同じで自分でテストを申し込んで勉強しないといけないっていう状況にする。実は勉強するときに一番大切なのって環境なんですよね。僕も昔台湾に留学して中国語を勉強したことがあるんですけど、正直授業で教えてくれる内容って別にもう本とかに書いてあって自分で勉強しようと思えばできるんですよ。でも自分で理解度をチェックするとか勉強をずっと続けるっていうのは結構大変なんですよ。だから別に日本語学校行っても留学に行っても何かすごい秘密の日本語の内容があるというわけではなくて、環境とモチベーションと仲間、あとは勉強を効率よくさせるプロセス、これを学校とかは与えてくれるんですよね。本当に大切なのはそういう環境と自分自身なので、今回みたいに JLPT に申し込んじゃって自分が勉強する環境を作るっていうのはすごく大切だと思います。
実はここだけの話、僕は来年の夏くらいに少しの人数限定でオンライン学校を作ろうかなって考えてるんですよ。最高の勉強環境を作ろうと思ってるんですよね。興味ある人は来年の夏に多分発表するから、人数も最初もう20人くらいしか取らないので、細かく僕の動画をチェックしてみてください。音楽を聴いて、映画やドラマを見て、日本人に恋をしろ。あまりないモチベーションのつけ方だけどいいよね。でもそうだ、俺も英語の勉強をした時にあのドラマなんだっけ、ゲームオブスローンズのドラゴンの母エミリア・クラークさんがめっちゃ綺麗で、なんかその人が一時的に結構好きで英語の勉強が進んだ思い出がある。でも俺の場合は最初に見つけてじゃなくてたまたま見つけたっていうだけなんで、このモチベーションの作り方は面白いね。僕の場合モチベーションというよりはもう義務だという風に思う。これも自分をコントロールする環境を作ってるんだね。ウェブサイトで言語交換のパートナーを見つけて一緒に勉強する。正直中国語を勉強した時クラスのみんながいたから勉強を続けられたけど、一人でずっとは結構厳しかったかもしれない。僕はスペイン語はオンラインで友達を見つけてモチベーションを保った。僕は人生の中で何も生産的なことをしてない。だから日本語を勉強する。大丈夫だよ、そんなことないって。君はすごいよ。気づいてないだけで絶対生産的なことしてるから大丈夫だよ。でも日本語を勉強すれば今ある人生をもっと広げることはできるよね。でも大丈夫、どっちにしろ素晴らしい人生生きてるから大丈夫だよ。最初は現実的なゴールを作る。いや、みんないい答えするね。いきなりレベル0なのに1ヶ月後にネイティブになるとか、それは無理だよね。例えば自己紹介はできるレベルとか、簡単な買い物とかはできるレベルとか、現実的なレベルを最初に作るのはすごく大切だよね。彼氏のことを思って勉強を頑張る。これは残念だけど僕たちには使えない方法だね。あとはやっぱりアニメとかドラマからモチベーションをゲットするっていう人は多いね。あとは日本に行くことを夢見て勉強をするっていう人がたくさんいるね。めっちゃ読みたい漫画があるけどそれが翻訳されてないことが多いから勉強を頑張る。結構日本語って翻訳が難しくて、オノマトペとかそうだけど日本語って物の柔らかさとか音とかそういうものを言葉にするので結構感覚的な言葉が多いんだよね。だからそのニュアンスを翻訳しようとすると結構難しくて、やっぱり日本語を日本語のまま理解できるようになるとなんか感覚の世界がすごく広がると思うよ。ということで今日はみんな面白いモチベーションの作り方とかあったけど、大切なのはやっぱり環境、自分の考え方とかそこが大切なので、いい感じに自分をコントロールして勉強を続けてみてください。皆さんありがとうございました。